天才中の天才っていうか、こんな人が世の中にいるのかっていうのってぐらい人間じゃないなと思いました。めちゃくちゃ怖かっためちゃですね。くちゃ怖かったもう戦国武将みたいな、もう戦国武将。へ近づくのさえ怖い感じの方でした。佐久本さんは長崎県ではい。鍼鉄を熱心に稽古をされていて、もともとはオンラインのはい。会員さんで、実はオンラインを始める前にもですね、はいメールいただいて、はいちょっと興味を持ってくださっていて、稽古会の会員に転入して1年半1年半ぐらい経ちますかね。時々東京に、はい来てくださって、金曜と日曜の稽古会に参加するという、もう非常に熱心にすごい熱心に参加してくださっていて、そんな、佐久本さんですけど、武道歴がね、結構歴史が長いというか、もともと芦原会館ね、愛媛の本部の先代の館長がいらっしゃった時の黒帯の方なんですよいただいたんね。ですけどね。芦原先生は、本当に YouTube でいろんなお世話になった方々がお話しされていますけど、本当天才中の天才っていうか、天才ね。こんな人が世の中にいるのかっていうのってぐらいすごかったですね。もう本当人間じゃないなと思いました。パンチも速いし、動きも速いし、で武術っていうか線の線っていうか、もう先を見て攻撃さばくっていうかですね。すごかったですね。やっぱ向き合ってみると結構怖かった。めちゃくちゃ怖かったですね。めちゃくちゃ怖かった。もう戦国武将みたいな。戦国武将。戦国武将がもっとすごい強い武術家と合わさったような感じでしたね。もう近づくのさえ怖い感じの方でしたね。怒られたらめちゃくちゃ怖くてすごい怖くてですね。本当こんな人が世の中にいるんだなと思いましたですね。ローキックとか蹴っただけで人が半回転したりするから、なんであんなできるのかなと思ってたんですよね。なんかね、筋トレというか筋力の力じゃないなとかいろいろ思ってたんですけど、その時にですね、藤原先生の動画を見て、これだと思ったんですよね。ちょっと見たんですよね、YouTube でですね。月とか蹴りを見て、これだと思って、それで最初言われたメールを本当すごい人だなと思って、そしたら藤原先生からメールが戻ってきてから、こういう伸びの練習をしたらいいですよ、何個かあって、すごく丁寧にそうでしたっけね。それ感動してですね、すごい人がちゃんと丁寧に教えてくださるんだなと思ってから、これすごいなと、本当そこで感動してですね、何回かそういうやり取りをして、それからオンライン稽古が始まる、オンライン会員を募集しますということがあったので、やったと思って、それからのご縁でさせていただいております。それでオンラインの頃にセミナーで、福岡のセミナーで初めてお会いしたんですよね。その前に一回東村山、そうだ東村山だ。初めてちょっと参加させていただいてですね、あれで月をすごかったですね。これは本当だなって失礼ですけど、やっぱり人間ってこんな鍛えたらなるんだなと思って、全然今までのなんか筋トレしてとか、なんとかとかちょっと違う鍛え方がやっぱあるんだなと、ちょっと不思議に思いましたですね。今福岡で同好会をね立ち上げてくださって、佐久本さんを中心に他のメンバーはオンラインのね、九州に在住のオンラインの会員さんで、年に3回ぐらい金曜日と日曜日に鍼鉄の東京の稽古会に参加させていただいて、やっぱり対人練習がしたいなと思いまして、オンライン会員の人と集まることで、やっぱり対人練習することで全然違いますね。いろいろ自分で考えていくことになって、そしてまたその後東京に行って東京の先生、また稽古会の先輩方がめちゃくちゃすごくて、稽古会の会員長くやってる人の強さをみんな驚かれるんですけど、
みんな違いますよね、結構。やっぱ違いますね。長く続けてる。こう筋トレとかなんかそういうこうああいうのと全然違ってて、うん、やっぱこれがこう大腰筋から出るこの力なんだなっていうのがこう分かりますね。まあオンライン会員さんとも一緒にこう稽古することで、オンライン会員さんの方々にもすごく良い刺激になってると思います。やっぱりオンラインだけではやっぱりなかなかこう難しいところがやっぱ一人稽古ではですねあるので、すごくこう喜んで感謝されておりますね。オンラインであれば、まあ、自分なりになってしまうんですけど、自分なりのこう姿勢とかになって、もしそれが正しければいいんですけど、間違ったらもうそのままずっと自分の癖でこう何でも行ってしまうので、まあ、どっかで修正をしないと間違ったままになってしまうなっていうのが、オンライン会員さんも年に2回は実際に稽古会に参加できるので、その機会をぜひ作っていただければいいなと思いますし、やっぱりこう先生の凄さっていうか実際にパンチをもらったりとかすれば、稽古会に来られている方々の強さっていうのを身をもって知られたら、本当にこれからオンラインを続ける上でもう勉強にすごくなります。あ、そうですか。もう全然違うからですね。こう実際にこう対人練習をするっていうのが本当すごく終鉄の場合は大事だなと思います。まあ月ですよね。月でこの月の凄さをこう味わうと、やっぱり本当すごいんだなと思って、オンラインで教えてくださるこう一人稽古の内容ですね。あれに励みになっていきますね。あ、よかったです。年取って本当できるんだなと思ってですね。これはすごくありがたいですね。で家でできますから、壁と棒があればできますからね。できますので、あとまあブルワーカーがあればもちろんいいですけど、時々対人練習をすれば、本当にこうその自分の住んでるところでもこう向上ができるなっていうのがあります。で、まだ終鉄っていうのはまだそんなにすごくみんながやってるわけではないので、筋トレと違ってですね、全国何十万人でやってるわけじゃないので、チャンスって言ったらあれですけど、どんどんこう全然こう違った理論でこう鍛えれる、もっとどんどんこうやればやるほどやっぱり強くなって上手くなっていきますので、いろんな効果っていうのがまた分かってくると思います。息子さんがね本当にこの爆発的なパワーになってきて、今スラッガーとしてね、すごいことになってきてるんで、もうプロになると言って大学で野球してたんですけど、まあ、なかなかうまく結果出せなかったので、もうやめたい、4月で野球はもうしないって言ってたんですけど、そしたら秋の大会でとか、すごい活躍してびっくりして、でその前に大手の企業から来てほしいってこう誘ってくださってですね、お先生のおかげで、いや全然そんなことないですけど、ちょっとでも役に立ったらいいですよね。でも彼めっちゃ変わりましたからね、パワー。すごいなと思って、すごいことになってましたよね。球も速くなんじゃないけど。めっちゃ速くなった。めっちゃ速くなった。3割ぐらいでどんどん成長しちゃうんで。終鉄でこう何を求めてるっていう。私もずっと空手をしてましたので、やっぱりこう終鉄のこうコアを応用した空手をですね、またこう指導していきたいなっていうのがあります。月ですか。月ですね。月と蹴り。月と蹴りか。で会館芦原先生がされてたさばきをですね、もうちょっと研究して原点に帰っていければいいなと思っています。まだ終鉄自体が、藤原先生自体がどんどんこう指導の方法が変わってますので、最初こと全然違ってますからね。そうですね。だいぶの内容も一応自分なりにはバージョンがしてきてる感じが。全然前と違ってますので、終鉄の本当こうずっと上がっていってるから、どなたに対してもやっぱりオンライン会員さんにしても続けていけば、稽古の内容も変わっていってますしですね、いいなと思います。やっぱ本当さっき言ったように一人稽古家でもできますので、いいなと思います。なんかこう変化感じるものってやっぱり威力が上がってきましたね。威力が上がってくるから、気持ちもなんかこう
落ち着いてくるっていうか、精神的にちょっとやっぱ鍛錬をすることによって心も変わってきて安定するっていうか、いいようにですね、余裕が出る。余裕が出る。それ大事ですよね。超絶なパワーがなんか身についたとしたら、例えばこう来たらこうね、実践で使うとかそういうことじゃなくて、あたふたしないで済む。これはやっぱり自分でしないとわからないところがあってですね、ずっとやっぱ長年こう行うことで、やっぱ自分でこう、悟るって言ったら変なんですけど、自分でこう分かっていくことなんだなとは思っています。年も取ってきたからです強さだけとかじゃなくて、こう精神的な面でこうすごく良い作用ね、なるんだなと思います。最高ですね。ありがとうございます。ちょっといろいろ話を聞かせていただいてありがとうございました。今日はこれから審査と激しい稽古、まだまだ今からですけど、頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ次よろしくお願いします。お願いします。